ここに一枚の白黒写真がある。南国の草地に佇む一機の飛行機。尾翼には33度203の白い文字が読み取れる。この白黒写真に AI で色を与えてみる。暗い緑色の機体が鮮やかに蘇った。胴体には赤い日の丸。整備兵たちのカーキ色の軍服が南方の空気を伝えてくる。99式艦上爆撃機。連合軍のコードネームはバル。愛知航空機が開発した旧降下爆撃機だ。敵艦の真上から70度の角度で突っ込み、250キロの爆弾を叩きつける。水平爆撃では 10% 以下だった命中率を、クック式は 80% 以上に引き上げた。固定脚は時代遅れに見えるかもしれない。だがこの足が急降下時のブレーキの役割を果たした。引き込み価値の複雑さを捨て、強度と信頼性を取った設計だ。ドイツのハインケル HE70 の技術を学び、イギリスのスピットファイヤーの楕円翼に影響を受け、三菱の金星エンジンを搭載した。日本とヨーロッパの技術が融合した一機だった。真珠湾で海戦の最初の爆弾を落とし、インド洋で17分で巡洋艦2隻を沈め、サンゴ海とミッドウェーで米空母と死闘を演じた。今日は99式艦爆の貴重な写真をカラー化しながら、この機体と搭乗員たちの戦いをたどってみよう。この写真は99式艦爆の試作機だ。社内名称 AM17。 AI で色を与えてみよう。急降下爆撃とは、敵艦の真上から70度近い角度で突っ込み、爆弾を叩きつける攻撃法だ。水平爆撃よりもはるかに命中率が高い。だがその分、パイロットの体には 6G 以上の荷重がかかる。1936年8月、海軍はこの急降下爆撃機の開発仕様を出した。250キロの爆弾を積んで、最高速度370キロ以上、航続時間5時間以上、3000メートルまで6分以内で上昇。愛知航空機、中島、三菱の3社が競合に参加した。三菱はモックアップの段階で脱落し、最終的に愛知と中島の一騎打ちになった。設計を率いたのは尾崎俊夫技師だ。尾崎は1935年にドイツに渡り、ハインケル HE70 の構造を徹底的に研究している。帰国途中、イギリスでスピットファイヤーの試作機を目撃した。楕円形の翼に尾崎は強い影響を受けた。エンジンの選定では社内で議論が起きた。愛知は自社でダイムラーベンツの液冷エンジンを開発していた。だがまだ未完成だった。結局、信頼性を優先して三菱の金星エンジンが採用された。空冷14気筒の星型エンジンだ。尾崎は引き込み価値を望んだ。だが、引き込み機構は重量が増え、翼の強度にも問題が出る。開発期限にも間に合わない可能性があった。風洞実験の結果、固定脚でも使用を満たせることが分かった。こうして、あの特徴特的な固定脚とスパッツが生まれた。急降下時には、この足とスパッツが空気抵抗となり、自然にブレーキの役割を果たした。翼の下には急降下ブレーキも装備された。ドイツの JU87 とほぼ同じ仕組みだが、尾崎はこれは独自の設計だと述べている。同じ問題に対する同じ工学的回答だったのだ。1937年12月、名古屋の工場で試作機が完成。翌年1月、各務原飛行場で初飛行に成功した。だが、飛行テストで深刻な問題が見つかった。急旋回中に突然機体がロールしてしまうのだ。原因は翼端の失速だった。さらに悪いことに、エルロンの取り付け位置が設計図より7ミリずれていたことが後から判明した。工場の製造ミスだ。原因がわかるまでに膨大な時間が費やされた。これらの問題を解決するのに1年半を要した。尾翼の付け根にフィレットを追加し、翼のねじり下げ角と前襟のキャンバーを調整して、ようやく安定した飛行特性を手に入れた。1939年12月、海軍はこの機体を正式採用した。99式艦上爆撃機誕生の瞬間。剛毛にゴーグルの男、高橋角一隊だ。AI で当時の色を再現してみよう。この写真は日中戦争中の上海で撮影されたものだ。高橋は99式艦爆の実戦投入に立ち会った最初の世代だった。1939年11月、南寧攻略戦。高橋が率いる第14航空隊が99式を初めて実戦に投入した。これが99式艦爆にとっての
初陣だ。中国戦線で経験を積んだ高橋は、やがて昇格の飛行隊長に就任する。そして真珠湾では、第1波の艦爆隊51機を率いることになる。フォード島に最初の爆弾を投下したのは、この男だった。空母赤城の99式艦爆 AI208。AI で色を入れてみる。尾翼の A は第一航空戦隊、I は赤城を意味する。208は機体の個別番号だ。海軍では艦爆には200番台の番号が割り振られていた。搭乗員は2人1組。前席が操縦員、後席が偵察員だ。操縦員は急降下ヌークに望遠式の照準器で目標を捉え、爆弾投下レバーを引く。投下レバーを引くと、爆弾はアームで前方に振り出され、プロペラの回転、圏外に放出される。後席の偵察員は後方を担当した。帰りの母艦を見つけるのは偵察員の仕事だ。さらに、後方の 7.7 ミリ機銃で敵戦闘機を追い払う。ただし、この機銃は1丁だけで、敵戦闘機に対しては気休め程度だった。武装は前方固定の 7.7 ミリ機銃が2丁。そして胴体下に250キロ爆弾を1発。翼の下にも30キロ、または60キロの木型爆弾を2発。エンジンは三菱の金星。離陸出力、1000馬力の空冷星型14気筒だ。最高速度は時速381キロ。決して速くはない。だからこそ、急降下の精度が全てだった。1941年4月、日本海軍は第一航空艦隊を創設した。赤城、加賀、蒼龍、飛龍、昇格、随格。6隻の空母に搭載された99式は合計129機。この年の訓練シーズンだけで32人の搭乗員が事故で命を落とした。そのうち14人が99式の搭乗員だった。真珠湾に行く前から99式は命がけの機体だったのだ。この写真は淵田光雄中佐だ。80年前の色を蘇らせてみる。真珠湾攻撃の全航空部隊を指揮した男だ。淵田自身は赤城の97式攻撃機の後席に乗っていた。出撃前夜のブリーフィングである事件が起きている。赤城の艦爆隊長千早武彦大尉がこう言った。エンジンが止まっても無線を撃つな。黙って死のう。と全員がこれに同意した。淵田の編隊はホノルルのラジオ局 KGMB を頼りに広報を行った。カリフォルニアから飛来する B17 のために一晩中ハワイアン音楽を流していた民間ラジオ局だ。そのラジオ局はご丁寧に天気予報まで流してくれた。午前7時52分、淵田は暗号電文を発信した。トラトラトラ。奇襲成功の合図だった。赤城の飛行甲板、99式が発艦しようとしている。この1枚に AI で色を入れてみる。1941年11月26日、択捉島のヒトカップ湾から機動部隊が出撃した。北太平洋の冬の荒波の中、飛行甲板は絶えず揺れていた。飛龍では偵察員の板津達夫が恐ろしい光景を目撃している。着艦の衝撃で機体から60キロ爆弾が外れ、甲板の上を転がっていったのだ。不発だったから良かったものの、乗組員全員が肝を冷やした。出撃前夜、随格の艦爆隊長坂本明大尉は格納庫で白いペンキと筆を借りた。自分の爆弾にこう書いた。海戦祈祷第1弾。しかし搭乗員たちを落胆させる情報も入っていた。空母レキシントンとエンタープライズは真珠湾から出港済みだったのだ。艦爆にとって最優先目標の空母がいない。真珠湾昇空99式が爆弾を投下した瞬間、午前7時49分、最初の爆弾を落としたのは坂本明大尉だった。ホイーラー飛行場に突入し、翼を並べて駐機していた米軍機に爆弾を叩き込んだ。6分後、高橋角一少佐がフォード島に爆弾を投下。真珠湾攻撃の幕が本格的に開いた。第1波の99式51機は全て飛行場を狙った。海軍の共犯では250キロ爆弾は戦艦の装甲を貫けない。だから第1波の艦爆は飛行場の破壊に当てられた。戦艦への攻撃は97式の水平爆撃と大撃に委ねられた。本命は第2波だった。港に残った巡洋艦と駆逐艦。これが99式艦爆の真の標的だった。この写真の男が江草隆重少佐だ。AI で色を蘇らせてみる。蒼龍の飛行隊長にして日本海軍が生んだ最高の急行火爆撃指揮官と言われた。江草の機体は独特だった。
雨ミラに赤い斑点模様の迷彩が施されていたのだ。当乗員たちはこの機体をジャジャ馬と呼んだ。第2波の78機を率いて真珠湾に突入したエグサは、加賀の牧の三郎大尉に戦艦ネバダへの集中攻撃を命じた。23機の救急式がネバダに殺到した。5発が命中し、ネバダは湾口地付近で座礁した。だが、エグサの真骨頂は真珠湾の後に発揮されることになる。煙の中に救急式の影が見える。80年前の色を AI で蘇らせてみる。第2波は奇襲ではなかった。アメリカ軍はすでに反撃態勢に入っていた。対空砲火が上空を埋め尽くしていた。救急式には自己防弾タンクがなかった。搭乗員を守る装甲板もない。当時の日本軍機に共通する弱点だった。一発でも被弾すれば燃料に引火する。この日、日本側は29機を失った。そのうち10機が救急式艦爆だった。全機種の中で最も多い損失だ。巨大な黒煙が空を覆っている。水兵たちが呆然と立ち尽くしている。この写真に AI で色をつけてみる。フォード島の南東側、バトルシップロー。ここに係留されていた戦艦群が炎上している。救急式の250キロ爆弾は戦艦の装甲を貫けない。だが97式の800キロ鉄鋼爆弾と魚雷がバトルシップローを壊滅させた。救急式の役割はそれを支援することだった。第1波では飛行場を叩いて米軍機の反撃を封じ、第2波では残った艦艇に直接攻撃を加えた。真珠湾攻撃全体で戦艦4隻が沈没、4隻が大破、航空機188機が破壊された。アメリカ側の死者は2403人に上った。戦艦ネバダが煙を上げながら座礁している。横には消火用のタグボートが寄り添っている。80年以上前の色を AI で取り戻してみる。ネバダはバトルシップローから唯一脱出を試みた戦艦だ。飛来しながらも出港し、湾口に向かって動き始めた。それを見た加賀の牧の三郎大尉は好機と判断した。もしネバダが湾口で沈めば真珠湾全体が封鎖される。牧野は23機の救急式を率いてネバダに殺到した。5発が命中。だがネバダの乗組員は湾口封鎖を避けるためホスピタルポイントに意図的に座礁させた。真珠湾海軍港長の第一県ドック。大破した駆逐艦2隻の向こうに戦艦ペンシルベニアが見える。この写真も AI でカラーにしてみよう。手前の駆逐艦カッシンは隣のダウンズにもたれかかるように横転している。背景にはまだ黒煙が立ち上っている。救急式艦爆の第2波はこのケンドックにも攻撃を加えた。小川昭一隊員の中隊がペンシルベニアを狙い、数発がケンドック内に落下した。真珠湾の空に煙を引く機影がある。カラーにしてみよう。真珠湾で戦死した日本側の最上級者は加賀の艦爆分隊長牧野三郎大尉だった。海軍兵学校60機。ネバダへの攻撃を終えた牧野は帰路にホイーラー飛行場を機銃操車した。だがそこに2人のアメリカ人パイロットが待っていた。ジョージ・ウェルチとケネス・テイラー。小さなハレイワ飛行場から P40 で緊急発進した2人は真珠湾の空で救急式と交戦した。テイラーが牧野機の背後につき、ウェルチがとどめを刺した。牧野の機体はホイーラー基地のすぐ外。引き上げられた救急式を兵士と民間人が取り囲んでいる。AI で色を入れてみる。加賀が真珠湾で失った救急式は2機だけだ。そのうちの1機がこの機体の可能性が高い。加賀の小川昭一大尉の中隊3番機。対空砲火でボブを吹き飛ばされ、真珠湾のミドルロックに墜落した機体だ。偵察員は朝日長明3等飛行兵曹。操縦員は坂口昇3等飛行兵曹。民間のボートが墜落した機体に近づいた。朝日は静かに飛行帽を外した。ゴーグルを外し救命胴衣を脱いだ。そしてゆっくりと水の中に沈んでいった。操縦席の坂口は水の中でもがいていた。駆逐不設艦モンゴメリーから出たボートの乗員が坂口を撃った。飛行服を着た男が救急式の前に立っている。安倍前次大尉だ。この写真に AI で色を与えてみる。安倍は赤城の艦爆第2中隊長だった。真珠湾、ダーウィン、インド洋、アリューシャン、救急式艦爆の主要な作戦に全て参加している。真珠湾では安倍の中隊に所属する2番機が撃墜された。偵察員の宇月道次と操縦員の後藤はじめだ。P40 パイロットのテイラーに撃たれ、バーバーズポイント沖に墜落した。後藤は生き残り
掘り、うつみの遺体を浜辺に運んで埋葬した。だが2日後、アメリカ陸軍に発見され、射殺された。安倍の両機、大淵慶三は上空からその墜落を見ていた。大淵は手持ちの黒板に伝言を書いて、別の被弾機に燃料漏れを知らせている。その機体はかろうじて赤荷に帰還した。安倍自身は戦後まで生き延びた。この本の著者に当時の記憶を語っている。クレーンで吊り上げられた救急式、AI でカラーにしてみよう。アメリカ軍にとってこれは救急式の実物を調べる最初の機会だった。風防の前に望遠式の照準器が残っている。急降下中、操縦員はこの照準器で目標を捉える。3000メートル上空から急降下を開始し、400から600メートルまで降りて投下レバーを引く。投下された250キロ爆弾は機体下のアームで前方に振り出される。プロペラの回転圏外に押し出してから落とす仕組みだ。風防下の機体側面には急降下の照準線が描かれている。操縦員が降下角度を目視で確認するための目印だ。翼にはウピ袋が見える。不時着水に備えた装備で、朝日の機体でもこのウピ袋が展開していたことが写真で確認できる。救急式には自己防弾タンクも搭乗員を守る装甲板もない。被弾すればほぼ確実に燃える。回収された残骸はアメリカの情報機関に送られ、徹底的に分析された。鹵獲された救急式のコックピットだ。風防の前に突き出ているのは望遠式の照準器だ。急降下中、操縦員はこの照準器で目標を捉える。AI で色を取り戻してみる。前席が操縦員、後席が偵察員だ。操縦員の仕事は急降下と爆弾投下だ。3000メートル上空から急降下を開始する。海軍の共犯では降下角度は55度から65度。だがエグサはさらに急な角度で降りたと言われている。急降下中、操縦員は望遠式の照準器で目標を捉える。後席の偵察員は高度計に全神経を集中させる。高度計の針が1回転するのとに500メートル下がる。回転の数を数え間違えればそのまま海面に突っ込む。偵察員が400メートルを読み上げた瞬間、操縦員は爆弾投下レバーを引き、全力で操縦桿を引く。引き起こしの瞬間、搭乗員の体には 6G から 6.5G の荷重がかかる。加賀の山川新作1ピソーはこう振り返っている。引き起こしの瞬間、巨大な圧力で頭が肩にめり込む。目から赤い星が飛び散ってそのまま意識を失った。鹵獲された救急式の操縦席内部だ。この写真にも AI で色を入れてみる。操縦席には速度計、高度計、旋回計などの計器が並ぶ。急降下中、偵察員が高度計を読み上げる一方で、操縦員は照準器と計器に集中しなければならなかった。爆弾を投下すると、機体下のアームが爆弾を前方に振り出し、プロペラの回転圏外に押し出してから落とす仕組みだった。風防の枠には急降下の照準線が描かれていた。操縦員はこの線と水平線の角度から降下角度を目視で確認した。救急式には自己防弾タンクも当乗員の装甲板もない。被弾すれば燃料に引火する。6G の荷重に耐えながら対空砲火の中を突っ込む。救急式の当乗員とはそういう仕事だった。サイダーの瓶と日本語が書かれた箱、救急式から回収された日本軍の携行食料だ。この写真にも AI で色を入れてみる。箱が横向きに置かれている。真珠湾から母艦まで往復で約6時間。搭乗員はその間ずっと狭いコックピットの中にいる。携行食料は長時間の飛行を支えるために必要だった。編隊を組んで飛ぶ救急式艦爆。後方に複数の機影が続いている。AI で当時の空を再現してみよう。真珠湾の後、救急式はさらに広い戦場へと向かった。1942年1月、ラバウル空襲。続いてカビエン、アンボ。南方作戦の支援のため、機動部隊は東南アジアからオーストラリアまで広大な範囲を駆け回った。この頃、救急式の塗装に変化が起きている。二光線の総流と飛龍の救急式は1942年1月に日本を出発した時点で雨メラに暗緑色の迷彩が施されていた。だが一光線の赤荷はまだ明るいオリーブグレーのままだった。赤荷だけが日本に戻らなかったため塗り替える機会がなかったのだ。2月19日、ダーウィン空襲。オーストラリア北部の港町に機動部隊が襲いかかった。真珠湾以来最大規模の空母機動部隊による攻撃だった。188機が出撃し、淵田光雄が再び総指揮を取った。
この空襲で加賀の小川正一大尉は陸上基地への攻撃を指揮した。小川は伝説的な艦爆パイロットだ。1938年、中国の南昌飛行場に単独で着陸し、地上の敵機を自分の手で破壊したという逸話が残っている。ダーウィンでは鶴松義一匹曹の機体が対空砲火で撃墜された。操縦員の打覚もも戦死。加賀にとって真珠湾以来初の艦爆の損失だった。3月1日には給油艦ペコスの撃沈戦が行われた。4波にわたる九九式の攻撃でペコスは沈没。だがこの戦いで板津達夫の飛龍の機体はペコスの対空砲火で燃料タンクを被弾した。着艦時漏れた燃料に引火して機体が炎上。飛龍の甲板要員が燃える機体を艦尾から海に押し落とした。空母の甲板から飛び立つ瞬間の九九式、80年以上前の色を AI で蘇らせてみる。真珠湾の後、九九式はインド洋へと向かった。1942年4月5日、江草隆重率いる53機の九九式がイギリス海軍の重巡洋艦コーンウォールとドーセットシャーを発見した。2隻は回避運動を始めた。だが九九式は太陽を背にして真正面から急降下した。対空砲地にとって最も見えにくい角度だった。江草はいつもの戦法で臨んだ。限界まで引きつけてから爆弾を投下する。上空から撮影された炎上する巡洋艦。黒煙が海面を覆っている。 AI でカラーにしてみる。これは日本側の搭乗員が上空から撮影した写真だ。コーンウォールは10発の命中弾を受け、攻撃開始からわずか10分で転覆した。ドーセットシャーも9発の命中と6発の至近弾を受けて沈没。攻撃開始から17分で2隻とも海底に消えた。投下されたほぼ全ての爆弾が命中か至近弾だった。旧皇火爆撃の歴史において自由に回避運動する軍艦に対して記録された最高の命中率の一つと言われている。炎に包まれた空母が傾きながら沈んでいく。イギリス海軍の空母ハーミスだ。この写真に AI で色を与えてみる。コーンウォール撃沈の4日後、85機の九九式がハーミスに殺到した。ハーミスには艦載機がほとんどなかった。修理中の機体を港に残したまま出港していたのだ。護衛の戦闘機もいなかった。高橋角一が最初の爆弾を投下し、飛行甲板に命中させた。昇格の九九式は18発中13発命中を報告している。続く随角は14発中13発。15分後、ハーミスは海底に沈んだ。空母が空母艦載機によって撃沈された史上初の事例となった。随角の飛行甲板、九九式艦爆 EIR-20 作が爆弾を抱えて発艦しようとしている。AI で色を入れてみよう。1942年5月珊瑚海、史上初の空母対空母の海戦だ。前日の5月7日、九九式は誤認した目標を攻撃してしまう。空母と報告された艦は実は給油艦ネオショと駆逐艦シムズだった。この攻撃で随角の石塚重雄二飛曹の機体が被弾炎上した。だが石塚は急降下を止めなかった。燃える機体のまま爆弾を投下しネオショに突入した。記録に残る最初の自爆攻撃と言われている。翌4日の本戦では高橋角一少佐が攻撃隊を率いた。米空母レキシントンに2発の爆弾を命中させた。だがキロ、高橋は米戦闘機との空戦で消息を絶った。その夜、信じがたいことが起きた。暗闘の中、日本の攻撃隊の一部が敵空母レキシントンの着艦パターンに入り込んでしまったのだ。高橋の後を継いだエマタモツ大尉は敵の空母を自分の母艦と間違えかけたという。この写真の男が小林道夫大尉だ。飛龍の艦爆隊長。 AI でカラーにしてみる。小林は真珠湾攻撃で悔しい経験をしている。発艦直前にエンジンが不調になり出撃できなかったのだ。甲板で地団打を踏んだという。しかしその後のウェーク島、ダーウィン、インド洋では飛龍の艦爆隊を率いて戦果を挙げた。そして1942年6月4日ミッドウェー海戦。この日の朝、赤城、加賀、宗龍が米軍の急行火爆撃で炎上した。わずか5分間の出来事だった。残された飛龍から小林は18機の九九式を率いて飛び立った。目標は米空母ヨークタウン。猛烈な対空砲火と
戦闘機の迎撃をくぐり抜け、小林の部隊は3発の爆弾をヨークタウンに命中させた。山田騎士長老一匹装は300メートルまで引きつけてから投下した。機体は対空砲火で3つに砕かれたが、爆弾はヨークタウンに命中した。小林は攻撃の戦果を確認してから帰路に着いた。だが飛龍への帰還中、米戦闘機に撃墜された。ヨークタウンの飛行甲板、左側から黒煙が上がり、乗組員がダメージコントロールに走り回っている。AI で色を蘇らせてみる。小林の18機のうち13機が撃墜された。だが3発の爆弾は確実にヨークタウンを捉えていた。1発目は全部エレベーター付近を貫通。2発目は煙突の横に命中し、ボイラーの火を消した。3発目は中央部に命中して同火災を引き起こした。ヨークタウンは一時航行不能に陥った。だがアメリカ海軍のダメージコントロールは優秀だった。わずか2時間後、ヨークタウンは再び動き始めた。その後、友永上一大尉率いる97式雷撃隊が2本の魚雷をヨークタウンに命中させた。今度こそヨークタウンは止まった。炎上する空母飛龍、飛行甲板が焼け落ち、白煙が海上に広がっている。この写真にも AI で色を入れてみる。小林がヨークタウンに爆弾を命中させた数時間後、エンタープライズの急行火爆撃機が飛龍を捉えた。4発の爆弾が飛龍の飛行甲板に命中した。飛龍は小林が最後に飛び立った母艦だ。二高戦司令官の山口多門少将は退艦を拒否した。翌朝、飛龍と共に海に沈んだ。ミッドウェーで日本海軍は4隻の空母を失った。赤城、加賀、宗龍、飛龍、99式艦爆が生まれ育った母艦のすべてが1日で海底に消えた。大破した従巡洋艦、三熊、砲塔が吹き飛び、艦上が完全に破壊されている。AI で色をつけてみよう。これはエンタープライズの急行火爆撃機が撮影した写真だ。ミッドウェーでは99式が米空母を攻撃したように、アメリカの SBD ドーントレスが日本の艦隊を攻撃した。SBD もまた急行火爆撃機だった。99式と SBD は太平洋の空で何度も対峙した。ミッドウェーではその SBD が勝った。昇格から帰還する99式艦爆。尾翼に EI235 の文字が見える。この写真にも AI で色を入れてみる。1942年8月、第2次ソロモン海戦。99式は米空母エンタープライズの攻撃に参加した。尾翼の E は第5航空戦隊、I は昇格。尾翼の下の横線1本は小隊長機を示している。AI235 はエマタモツ隊員の機体だ。珊瑚海で高橋角一の後を継いだ男だった。ミッドウェーで4隻の空母を失った後も、99式は昇格と随格から出撃を続けた。だが熟練と右上院の損失は埋められなかった。水柱が上がる中、空母ホーネットに99式が突入する瞬間、上空には雷撃を終えた97式の姿も見える。 AI でこの瞬間を蘇らせてみよう。1942年10月26日、南太平洋海戦。煙を引きながら急降下する99式がホーネットの煙突に激突し、飛行甲板を貫いた。この海戦でホーネットは大破し、最終的に放棄、沈没した。だが99式のそばにも大きな代償があった。この頃には真珠湾を経験した熟練と右上院の多くが失われていた。冒頭でカラー化した写真をもう一度見てみよう。スラバヤの飛行場に佇む33203。南方の占領地を守るため、1942年3月に編成されたガリソン部隊の一つだ。33航空隊はスラバヤに配備された。99式8機と97式8機の小さな部隊だった。主な任務は対戦哨戒と船団護衛。華やかな機動部隊の戦いとは全く別の世界だ。だがこうした地道な任務もまた99式の知られざる一面だった。飛行中の99式艦爆22型 AI で色を入れてみる。1942年6月、11型の生産が終了した。総生産数478機、試作機2機を含む。その直後、改良型の22型の開発が始まった。エンジンが三菱近製54型に換装され、離陸出力が1000馬力から1300馬力に上がった。最高速度も約45キロ向上している。エンジンカウリングが再設計され、コックピットの風防も新しくなった。尾翼付け根のフィレットは11型より40ミリ高くなっている。プロペラスピナーも
標準装備になった。だが、基本設計は変わっていない。固定脚も防弾装備の不足もそのままだった。航続距離はむしろ短くなった。後継機の彗星が開発されていたが、彗星の量産は遅れに遅れていた。99式は旧式化を自覚しながら第一線に留まり続けるしかなかった。この頃、アメリカ軍の対空砲火と戦闘機は格段に強力になっていた。99式の損失率は上がり続けた。地上に並ぶ99式2人型と搭乗員たち。582航空隊の機体だ。この写真に AI で色をつけてみよう。1943年4月、伊号作戦。山本五十六長官が直接指揮した大規模な航空攻勢だ。空母から降ろされた99式が陸上基地から出撃した。だが、この作戦での戦果は期待を大きく下回った。アメリカ軍の防空体制はもはや1年前とは別物だった。99式の時代は終わりに近づいていた。後継機の彗星が配備され始めていたが、99式は終戦まで第一線に留まり続けた。グアムのビーチに横たわる99式の残骸。波打ち際にひっくり返った機体が見える。AI で色を蘇らせてみる。1944年7月、アメリカ軍がグアムに上陸した時、この99式はすでにここにあった。かつて機動部隊の主力として太平洋をかけた99式が南の島のビーチで朽ちていた。グアムのアガットビーチ。海兵隊員たちが99式の残骸の横を歩いて上陸していく。AI でこの瞬間に色を入れてみる。99式艦上爆撃機とは何だったのか。真珠湾で最初の爆弾を落とし、インド洋で17分で巡洋艦2隻を沈めた。サンゴ海で高橋角一が散り、ミッドウェーで小林道夫が最後の急降下を言った。固定キャツで防弾装備もなく、決して速い飛行機ではなかった。だが、搭乗員の技量と勇気がこの飛行機を世界で最も恐れられた急降下爆撃機にした。江草隆重は1944年6月、マリアナ沖海戦で戦死した。99式ではなく後継の銀河に乗っていた。だが彼の名は99式と共に記憶されている。あなたは99式艦爆のどのエピソードに最も心を動かされただろうか。ぜひコメントで教えてほしい。今日もご視聴いただきありがとうございました。いつも温かいコメントをいただいてとても励みになっています。お気づきの方もいるかと思いますが、このチャンネルでは AI による読み上げを使っています。そのためイントネーションや読み間違いがあるかもしれません。まだ駆け出しのチャンネルで限られた予算の中でやっているため、ナレーターを雇う余裕がないのが正直なところです。皆さんの応援のおかげで少しずつ成長できていますので、将来的にはより良い動画をお届けできるよう努力していきます。また AI によるカラー化は勝手に作ってしまったり、色や細部にどうしても誤りが出ることがあります。いつも詳しい視聴者様よりコメント欄にてご指摘をいただき、動画制作において大変助かっていることにまずはお礼申し上げます。引き続き軍装や艦船の塗装など詳しい方がいらっしゃいましたら、ここは正しくはこの色だとコメントで教えていただけるととても助かります。皆さんの知識によりカラー化 AI をチューニングし強化させ、正しい歴史資料として後世に残すことができるのと同時に、このチャンネルがもっと素晴らしいチャンネルに成長していきます。この動画にはエンディングはありません。なぜならコメント欄がこの動画の続きだからです。こんな動画を作ってほしい、歴史に対しての考えや考察、あなたの思想など、動画を見て思ったこと、感じたこと、肯定的な意見でも否定的な意見でも構いません。皆さんの率直なご意見をいただけると嬉しいです。ご自身の家族や親戚に戦争の記憶を持つ方がいらっしゃれば、そのエピソードもぜひ聞かせてください。おじいちゃんが海軍にいたおばあちゃんから聞いた話がある。皆さんの思いやそうした一つ一つの声がこの動画の本当の続きだと思っています。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。